ワンインチチャンネルステップバイステップ。はいということで、どうも、はい、ヤナくんです。新メンバーの新メンバーのヤナくんです。お邪魔しております。はい、ゆきおさんお休みなので、いいですね。はい、このチャンネルではおなじみになりつつありますけど、ヤナ選手、ヤナ選手、ワンインチサロンメンバーでもあるキックボクサーですね。はい。今までずっと動きマットスペースでのご紹介だったんで、ちょっとちゃんとじっくりヤナ選手の話を聞いて、視聴者の方にもね、人間性をちょっと知ってもらえたらいいかなということで。そうだね。確かにソファーで大事大事。はい。ドン引きされないですか？ドン引きされるかもしれない。されるかもしれないです。内容によってはね。それは俺らもわからない。ヤナ君は今年齢は25歳になったばっかりですね。はい。なるほど。でボクシングをやられてたね。そうですね。大学卒業までやってました。いつから？ちゃんとジムに通い出したのは小学2年生。早くない？長いんだ。小 2？ あ、すごい。じゃあその間はなんかスポーツとかやらなかったの？いや、やりました。水泳とかやってみたんですけど、結局今も泳げなくて、球技とかも全然できなくて。あ、そうなんだ。しかも運動神経悪いんですよ。すごい水泳速そうな体型。そうだし、運動神経悪いは信じがたい。だけどでもそうなんだよね。そうなんだよ。そういう人いますからね。プロ格闘家とかアスリートでも結構多いですね。他のスポーツでやると全然ダメっていますよね。いる。でもボクシング一本というか。そうですね。はい。プロボクサーになってそっちで活躍したいみたいなの。ってのは大学の途中まではプロボクシング行きたいとは思ってましたね。だからその大学ってやっぱりそのいろんな格闘技の部活があって、そこでいろんな格闘技の人たちと接していく中で、いやボクシングじゃないなと思ったんだね。自分はボクシングじゃないな。面白いのいっぱいあるなと思って、ボクシングしか知らなかったんで、格闘技いっぱい面白いのあるなと思って、それ一回思ったらもうプロボクサーになろうっていうのはもうなくなりました。さっきちょっとカメラないところで話聞いてたら、もう俺が知ってるプロファイターの人とか普通に友達だったり。あ、そうなんだ。大学の同級生。大学が一緒と。そうですね。はい。名前出してもいいけど。時田龍生です。パンクラスの選手ですね。パンクラスの時田選手。はい。あとサブミッションの選手。あ、そうですね。高いサブミッション結城選手。そうですね。同級生で同じ大学の。寝技界隈じゃ誰もが知ってる選手ですね。あ、そうなんだ。そういう人たちと触れ合って、もっといろいろあるんだなっていう広い世界を見たくなるね。他の世界もね。それでキックボクシングでなんかそのレスリングを味わってみたりとか。レスリングを味わったの？ありました。もう時田にボコボコにされて。それは個人的に教わった？そうです。個人的に例えば朝起きて走って昼ボクシングの練習してで夕方レスリングやってで夜みんなで筋トレしてとかって感じの生活だったんで。へえ、すごいっすね。すごいね。じゃあ待って、そのサブミッション選手からその組とかもちょっと教わったりしたの？いや、教わったって感じではないですけど、まあいろいろ決められたりは。決めてもらったりして。足感で決めてもらったりとか。へえ、面白いね。で結局プロのキックボクサーのプロになって今に至るって感じ。そうですね。なんで柔術とかもちょっとかじってみたりとか、レスリング、まあかじりにもなってないですけどね。ちょっと触れてみて、でキックボクシングだけやったことなくて、蹴りだけ誰にも教わったことなくて、タックルはとりあえず味わってみて、寝技もとりあえず決められてみて、ボクシングパンチはとりあえずやってて、で蹴りやったことないなと思って、でちょうどその頃コロナが流行ってて、で地元に帰るってなった時にちょっといい機会だしボクシングじゃないのもやってみようと思って今のキックボクシングジムに行ってみたの。待って、キック始めたのじゃ最近じゃん。もうつい最近ですね。なんでもうペーペーですね、本当に。もう本当4年前とかじゃない？そうですね。なんでちょうどこの動画、東郷先生の動画初めて見た時ぐらいの時期ぐらいだよね。2020年でだから。そうですね。はい。だよぐらいにキックボクシング。2020年に始めたんだってキックは。そうなんだ。だとしたらすごくない？でもそのボクシング大学のボクシングやってると他の試合とか格闘技が出れないんで、なんでとりあえず密かに練習して。ボクシングやりながらキックボクシングが主で、なるほどね。たまに夏帰省とか冬帰省とかで栃木に帰った時にキックだけちょこっと練習して
でまたボクシングの生活に戻るって感じだったんで、そういう回り道というか、キックボクシングポーンっていったんじゃないんだ。じゃないレスリングやったり、いろいろやったっていうか、いろいろなんか経験してで今ジークンドーをもう学んで東郷先生の即戦芸味わいたいとか言うじゃん。本当にすごい興味がすごいんでしょうね。戦うことに関する。戦うこと今もう吸収したいでもあるんだね。スポンジのようだもん。いやびっくり。だからもうちょっとこう歴が深いのあったと思ったキックの。いやもう全然ですね。これ本当知らなかったっすね。知らなかった。マジで。すごいね。すごい難しいですね、やっぱ蹴りは。いやすごいな。4年でキックボクシングの歴が浅いからサイドキックとかも入り込みやすかったのかもし素れない。直にね。肩がない方っていうかね。そっか。変なね。正当なキックボクシングずっとやってたらね、なかなかああいう技術途中で入れるの大変ですもんね。フットワークとかも多分難しくなってくると思うんで。なるほど。だから今後戦っていく上でさ、どんどんいろんなこと興味持ってさ、なんかいろんな挑戦増えるかもしれないね。そうですね。柳君実践志向だから、この考え方っていうか、あれがさ、競技者ともまたなんか競技者であるんだけど、もうちょっと武術の方も興味を持たれているみたいな。もうすごいですよね。面白いですよね。それは。でも立ち技でやっていこうってちょっと思ったのも東郷先生の動画見てて、自分的に自分の考え的に、いや実践って寝技とかいかないよなって思ってたら、東郷先生が動画で「いや実践は寝技いかないんで」って言ってて、うわ本当だ合ってたとやっぱそうなんだと思って、ちょっと立ち技でやっていこうかなっていう。最初 MMA が、一番ルールの制限も少ないし、それが一番強いって思ってた時期が長くて、その大学の時とかも結局総合だよなって思ってたんですけど、そしたら動画見た時にまたちょっと違う世界もあるぞと思って。そうね、競技とはまた違うね、武術の世界っていうのがあるからね。そしたらなんかそっちが面白くなっちゃって、総合じゃなくていいやと。立ち技を極めていった方がなんなら実践に近いんじゃないかって思ったってことですね。そういうことだね。それはそうかもしれないね。変わってますね、あなた。そうなんですよ。こういうね若者がこうまた出てきたらいろんな可能性がまた出てくるんじゃないかな。こういう選手が今までになかった技とかを急に使い出すのかもしれないですね。なんか競技的な違う角度で放たれるテクニックみたいなのもあるじゃないですか。ある。それこそ即戦芸とか本当にやりだしちゃうかもしれないし、またそういうのがね格闘技界でも流行りだしたりすることもありますからね。なんかさ、インスタのストーリーでさ、夜中の1時とか2時に走り出してることとかあるよね。そうなんですよ。1時とか2時とかにダッシュですとか言って、これからダッシュします。なんか何回かやってるんですけど、なんか走り出す時は例えば夜スパーリングっていうかちょっと強めのマスとかして、アドレナリンが出過ぎちゃって寝れない時に抑える、ちょっと軽めのロードワークして疲れさせてそのまま寝るっていうパターンか、あとなんかよしじゃあ寝ようと思って布団に入った時に急にアドレナリン出てきちゃって、分かる、あるよね。でもそのスパーリングやった激しくやったちょっと思い出しちゃったりしてね。なんかスパーリングやってない時でもあるんですよね。なんかふとした時にグワーって出てきて、これはまずいと思って一回布団で待機、その時は布団で待機してて、これもうそのうち寝れるだろうと思って寝てたんですけど、多分いつまでだとも収まらなくて、これ一回走り行こうと思って2時過ぎぐらいから3時ぐらいまで走んのこの人。長っ、そんで走る時間。いや長い。1時間でさすがに疲れて寝たんですよ。帰ってきてちょっと軽くシャワー浴びて、もうそのまま疲れて寝て。それは寝れるんだ。それもう疲れて寝れましたね。もっとなんかいろいろ上がっちゃうんじゃねえかなって。でもその時はすぐ寝れたんですけど、朝起きてまだいるんですよ。寝れたけど全然アドレナリン残ってんの。まだ戦いたいと思って朝起きても。やばい、戦いたいと思って、もう急いで荷物。バキじゃん。制覇した後のもうこんなに戦いたいって言ってたけど、バキじゃん。楽しい今。楽しいですね。いいね。今楽しいって。やっぱこうトレーニングして、そのジム行って練習して、もう最高。最高ですね。まっすぐだ。
まっすぐよ。まっすぐな子でした。はい。裏も表もなかったですね。裏も表もない。座って見てみましたけど、表もなかったです。もうそのまんま。そうです。なんでまあちょっと引き続きね、僕ら応援しますよ。応援しながらたまにちょっとね来てもらって出てもらってね、はい、いろいろやってください。やっていってください。うちのチャンネル通してでもいいんで、どんどん活躍して有名になってもらえれば、僕らもどんどん乗っかってきますので、お願いします。そうだね。お願いします。はい。応援してるんでね。はい、まあ今日はこんな感じで。こんな感じで。はい。ヤナ君をちょっと深掘ろうという回でしたね。はい。インスタとかも全部概要欄にあります。ぜひインスタね。反響はどうでした？そうそう。でも400人近くは増えました。すごいよね。この動画でもしかしたら200人ぐらい減るかもしれない。解除すんな。解除すんな。フォローしても新しい一面ねえわ。じゃあいいわ。いやあるのよ。これからね。まだまだあるね。はい。じゃあ夜中ロードワーク今日もしてるわとか見れるわけですね。ストーリー上がってるから。唐突に走り出す。元気だなって思って俺それ見てんのよ。元気だなこの人は。ちょっと激しかったのかなって想像してください。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひ今後の活躍にご期待ください。はい。オンラインで地域運動が学べるワインサロンをやっています。 YouTube のオフショットもあるよ。概要欄をチェックだ。